第6問。固定資産税の標準税率は 1.4%？ 社会人の資格取得を応援します。FP 丸×クイズ。2級不動産。全部で10問。第1問。定期借家契約において賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取を請求しないこととする特約をすることはできない。定期借家契約において賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取を請求しないこととする特約をすることはできない。それでは正解です。正解は×。造作買取請求権は任意規定のため、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は、普通借家契約、定期借家契約に関係なく有効です。第2問。建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を借り受ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を借り受ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。それでは正解です。正解は丸。建設協力金方式とは、主に事業用建物の建築に活用される方式で、その建物に入居予定のテナントが差し入れた建設協力金をもとに、土地所有者が建物を建設する事業方式のことです。第3問。収益還元法のうち、直接還元法は、対象不動産の一期間の純収益を還元利回りで還元して、対象不動産の価格を求める手法である。収益還元法のうち、直接還元法は、対象不動産の一期間の純収益を還元利回りで還元して、対象不動産の価格を求める手法である。それでは正解です。正解は丸。設問の通り、直接還元法は単年度の純収益、収益、マイナス費用を一定率で割り戻して、対象不動産の収益価格を求める方法です。なお、収益還元法は将来にわたって見込まれる収益の割引現在価値をもとに不動産の鑑定評価を行う方法で、直接還元法と DCF ディスカウントキャッシュフロー法の2種類があります。第4問。居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。それでは正解です。正解は丸。3000万円特別控除にはいくつかの適用要件があります。居住用財産を親族や夫婦、同族会社などに譲渡した場合は適用を受けることはできません。第5問。建物の区分所有等に関する法律では、建物を建て替えるにあたっては、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による建て替え決議をすることができる。建物の区分所有等に関する法律では、建物を建て替えるにあたっては、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による建て替え決議をすることができる。それでは正解です。正解は
丸。建て替えは区分所有者にとって非常に重要な事項なので、区分所有者及び議決権の5分の4以上の賛成が必要になります。なお、通常の決議、共有部分の管理、変更は過半数の賛成で OK です。第6問。土地及び家屋にかかる固定資産税の標準税率は 1.4% と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。土地及び家屋にかかる固定資産税の標準税率は 1.4% と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。それでは正解です。正解は丸。土地及び家屋にかかる固定資産税の標準税率は 1.4% ですが、各市町村は条例でこれと異なる税率を定めることが可能です。第7問。都市計画税は都市計画区域のうち原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。都市計画税は都市計画区域のうち原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。それでは正解です。正解は丸。都市計画税は都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課されます。市街化調整区域は対象外です。第8問。市街化区域はすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。市街化区域はすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。それでは正解です。正解は丸。都市計画法では市街化区域はすでに市街地を形成している区域またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされます。第9問。個人が土地を譲渡した場合、譲渡するために直接要した仲介手数料は譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。個人が土地を譲渡した場合、譲渡するために直接要した仲介手数料は譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。それでは正解です。正解は丸。譲渡費用とは土地や建物を売るために支出した費用をいい不動産の譲渡所得を計算する際に収入金額から取得費とともに差し引きます。譲渡所得イコール収入金額マイナス取得費プラス譲渡費用。仲介手数料の他には測量費、売買契約書の印紙代、借家人に支払った立ち退料、建物の取り壊し費用なども譲渡費用になります。第10問。売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら売買契約の目的物を買い主に引き渡した場合、買い主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら売買契約の目的物を買い主に引き渡した場合、買い主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
それでは正解です。正解は×。売り主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知っていた場合は、不適合を知ってから1年を経過しても不適合を理由とした契約の解除が可能です。今回のピックアップ第6問。土地や家屋の固定資産税は 1.4%、市区町村が異なる税率変更も可能。お疲れ様でした。引き続き一緒に頑張りましょう。チャンネル登録もポチッとお願いします。免責事項。本動画の解説が各種法令、規則、規定などに即して、または学術理論的検定試験的に誤りがあったとしても、それが原因で生じた損害については保証いたしかねます。また、実務での作業や各種試験での回答は、ご自身での判断のもと自己責任でのご対応をお願いいたします。本チャンネルに登場する個人名団体名は実在する個人団体とは一切関係ありません。フィクションです。